王子さんって本当にムスリムなんですか？めったの方向にお祈りしてるとこ見たことないですし。あははは、うちは総道宗よ。じゃあ石油王って感じの服はヒーローショーが用意したんですかね？ミセスドント企業の金持ち社長を演出するために。それか、アラブで働いてた時のお土産とか。あの石油王セット？あれね、金沢のノンキホーテ、昔忘年会で買ったやつ。ってコスプレかい。言っとくけどあいつの私物、服も家具も食べ物も全部のんきよ。マジか。田舎のドキュンじゃねえか。ヒーローショーに出るってのに真面目にあれを着てきたあいつを見た瞬間、本当に記憶喪失なのねって思ったわ。アラブ人のアッシュ兄ちゃんのアイデンティティを継承した結果があのコスかな。そうそう、アッシュ兄ちゃんだよ。俺早くアッシュ兄ちゃんみたいよ。そろそろ出てきてくれそうなんだけどね。次のやつ再生してみましょう。じゃあ次の Q はひとみちゃんで。3、2、1、ちょっとかわいい。なんか様子がおかしいぞ。どうすんのよ、こんだけふざけといてここで第一被害者出ちゃったら。この空気、この感覚はマジっぽくないっすか？嘘やん。嘘やん。最初に先生がか。あかりちゃんが変なこと言うから。私のせい？っていうか、これ他殺？どう見ても考察だ。吉川線もある。ウイルスとは別件か？人に恨まれるタイプとは到底思えないが。じゃあ、だからこそ、これがパンデミックの始まりかも。どういうことですか？タピオカ病っていわゆるゾンビウイルスなのよ。感染した人の人格が攻撃的になるらしくて。ああ、病気とか事故で頭打った人の性格が乱暴になったりすることありますよね。そうそう、ウイルスが精神的ストレスで脳にダメージを与えるための攻撃本能とかいう。それじゃ、ウイルスにかかった人が死ぬパンデミックじゃなくて、ウイルスにかかった人が他の人を殺しちゃうパンデミックってことですか？最後は感染者同士の凄惨な殺し合いになるわ。それが本当なら認識が根底から覆るね。でもウイルスが原因じゃ、動機からは容疑者を絞れないよ。でも、時系列的には感染したのはジャックの黒子かバシュリーさんっすよね。ただ、バシュリーさんはもうすぐ亡くなるって確定してるから、もしかして。すいません。ダメですよ。これは治療であって、犯人探しがメインの物語じゃないんですから。その通りだ。この殺人に関与しているか否かはともかく、イタリー・バシュリー氏がもうじきウイルスで死亡するのは事実。俺たちが考察すべきことは、解決済みの事件の真相よりもラブ過去の物語に散りばめられたあいつの記憶のピース、そしてヒーロジスティクスとこのキッズルームのつながりじゃなかろうか。そうっすね。ジャック、随分詳しいんだな。ねえ質問。なーに？刑事事件の中にごくまれに政治家さんや警察関係者とかが全く関わってない山の捜査権を急に公安に横取りされちゃうことがあるみたいで、市案件って呼ばれてるんだ。あくまで警察内部の都市伝説なんだけどね。これ機密事項だから人に話しちゃダメだよ。やすくんのお察しの通り、C はセレキック、能力者案件よ。実際日本の NIC 提携の超能力捜査課は公安警察にあるの。そうなんだ、ありがとう。長年の疑問がすっきりしたよ。今は子たちがプチ公安警察ですね。リック君の監督下なら現場保存も安心だろうけど、じっと大人を待たせるより精神衛生上いいって判断だろう。リック君自身もすごく辛そうですしね。バシュリーさんだっていろんな意味で限界だし。今ここにあるものだと、あの箱は少し気になるな。ここ日本、ここ数日で起きた形跡がある。これは、カセットテープ。カセット懐かしいな。ガキの頃はテレビの音楽番組をじっと押し黙ってラジカセで録音したもんだ。紅さんは世代じゃないかな。そうですね。でもラジカセ使ったことはありますよ。私が子供の頃は MD でした。デジタルかアナログの中間世代だね。テレパシーだけじゃない。この声から彼女の能力を感じる。リック君知らなかったの？あれ、コードネームは能力者にしか交付されないんでし。なんだ？また事件？今アッシュ君つった？写真の印象と比べて声高すぎくない？あれかな、現実の石油王はおちびちゃんだったんでしょ。ダブかアッシュ兄ちゃんがアッシュオカンカちゃんって設定になってるとか。ああ、それならクローゼットで足伸ばせるっすね。そこかい。まあでもさっきの話だが、リック君も子供だし、NIC 本部の具体的な制度に詳しくなくてもおかしかないだろう。確かに、タビア先生や能力者じゃなくてもすごい教授だったみたいですしね。教授が兄ちゃん以外のみんなに力を使うこともなかったのかも。能力なしでも教授は子供の扱いにとても長けていたみたいだし。ひなこちゃんたちの事情聴した M。花ちゃん、上手に上手に事情聴取って10回言ってみて。
常時に上手に事情聴取、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 頑張れ吹き替え声優。いや1回しか噛まなかったのだブカすごくない？でもお姉ちゃんが何気なく、犯人が人間じゃなかったらいいのにって言ったら、急に顔色が変わったの。人間じゃない。犯人はタルパだ。なさそうですけど。ただ、先生を殺した人がいるとか、絶対ありえないし、猛獣とか、お化けとか、悪いロボットの心理テストに繋がったな。だが、どうしてリック君がそのワードに反応するんだ？自分が辛いのを我慢して、ずっとビークの心配をしていたわ。彼自身に変なところはなかったけど、話している時、一瞬だけ誰か別の人に見られている気配がしたの。紅さん、どう思う？俺たち以外の誰誰かにかがいる取り憑かれてかもしれない。たり、タルパをまとってる感じはしませんけどね。でも言われてみれば、ちょっと勉強なミステリアスかもです。一番おバカそうなキャラが怪しいのあるある。なんでみんな俺を見るの？バチュリーさんは、当然だけど一番悲しそうだった。とても痛ましかった。でも、それは、大切な人が死んだ悲しみというより、絶望や悔しさに近かった気がする。うわぁ、感染者バシュリーさんでほぼ確じゃん。バシュリーさんか。しんどいこれ。やすし、こういう疫病で起きた殺人って、事故か事件どっちなんだ？それすっごく難しい問題だよ。イスラエルの司法がどう判断するかってのももちろんあるけど、結局それを決めていいのはダリア先生の遺族だけだから。そうですよね。ただ、この後バシュリーさんや他の子供たちもウイルスが原因で死んじゃうじゃない？すごく最低な意見だけど、教授やバシュリーさんのご遺族は救われたんでしょうね。ごめんなさい、不謹慎だった。そんなことない、それは事実だもん。少し前の俺だったら、ダリア先生が死んでも何も感じなかったと思う。でも今は、胸のあたりを締め付けられるジョージさんも同じでですよね。これがヒーロジスティクスが取引した兵器でどっかでテロや戦争が起きたり、あと精神外科医に操られてたんなら、密輸だけじゃなくて人身売買とかもしてたんじゃないすか。それでシラフに戻ったら、ジョージさん死ぬほど辛いと思います。でも、そんなのダメ。私が許さないから。ミント。感情を持たない人間なんて、ロボットと一緒だよ。そう、ミントちゃんの言う通り、それでも治療するのが唯一できる償いっていうより、救いっすよね。サトルさんはどう思いますか？事件か、事故か。事故よ。天才のようなもの。でも同時にあいつは犯罪者でもある。私は兄のしたことを一生許さない。だからヤス君を取引に利用してまで、この治療を受けさせた。それでいいと思います。それでも、みんなでお迎えしましょうね。ありがとう、ひとみちゃん。まだアッシュ兄ちゃん出てこないね。初タ化してるならアッシュちゃうかな。どうします？誰か女の子になってたら。男の子だ。アッシュ兄ちゃん女の子説。その言い方はなんかあれだからやめて。はーい、ジョルジー、ナマーシアティムオグニムバンブク、セムサウ、ミオイケイヌヘムオグニバナス、ダブカーディスチドクルビトリア。ベダブカレイゴールオベシジェロームザウ、ロタツリアラボダライ。イシコルカアーベメアラヌイム、スミオタイムネオベシダブカ、エマシャグ、グビナケボラオテブトヤ、アバルバンブククーアクバンブク、アタロエ、ミツァルティ。ケン、アニベクゼチコシェブカク、アズバニツァリクセイゴルダブカバンブク、キアフサデティ。キッズルーム、オリジナルサウンドトラック、ハブリ、ハイラディーム、怪人屋敷も、よろしくね。ふむふむ。レイ先輩、何検索してるんですか？解離性障害について改めてな。何か気になってるの？アッシュ君のことだ。彼はサイコメトリーをするとき、自分の感情を抑えることができると聞いたが、それって今のジョージの状態と似てるんじゃないかってな。確かに、アッシュさんも解離性障害だったんですかね。自分でコントロールできるタイプの。自分でコントロールできる障害って、障害とは言わなくない？それもそうですね。とはいえ、能力と障害は紙一重よ。自閉症の子が映像記憶の持ち主になりやすかったりとか、あるでしょ？石油王の心身が極限に追い詰められて能力者になったもんね。じゃあそろそろ続きを見ませんか？次はレイ先輩9ください。じゃあ次の上からでいいか？ 5、4、3、2、9。数え方がマジモノのテレビの人だわ。1秒前9じゃなくてもよくないっすか？だってステージ秒あるからつい。すいません。のっけからメタ発言いいっすか？ずっと気になってたことがあるんですけど。なーに？
アンダーソン動画って、やたら切り替わりに捨てつけて作ってますけど、毎回カンパケなんだから別にいらなくないっすか？日本語で OK？ カンパケっつったって、オープニング V とか別撮りの素材 1K で合わせて編集してるからな。とはいえ、CM 前後ののんのん長めだとは思うけどね。日本語で OK？ 職業柄1行前アウトしないと落ち着かないみたいです。日本語を。俺たちがこんな回りくどいソフトなんだしなくたって、そいつがあの部屋のものを触れば一発じゃねえか。ダメよ。何があってもあの子だけは持ち込ませない。アッシュさんの述べた通りで揉めてますね。ナイーブな問題だからな。そいつのせいで犯人がわからんかったら全然は満足なんだよ。あれからな。あ、怒っちゃった。あれ俺も言われた。なんなんだ？浦井さんに、申し訳ありませんうちのバカが。あっていうか、あの野郎。ほんとすみません。戻ってきたらボコしときます。やめれやめれ。大丈夫、こっちにはブルーフェアリーがいるから。とりあえず全身ブラジリアンワックスの例かな。あんたお地蔵さんみたいな顔してえぐいこと考えるわね。拷問おじさん逃げて超逃げて。おい坊主、とっくに起きてんだろ。出てこい。あれって間接的に自分に対して怒ってますよね。怒り方や悲しみも以前より顕著に見えるようになった。着々と人間味を取り戻しているな。ダブか昔より感情豊かになりそう。ああ、以前はそう怒鳴ったりできないくらい気弱だったんだってか。いい加減にしてよ。あの子がどれだけ苦しんできたかあなたにはわからないの？すいません。だからなぜ君が謝る？なんか圧倒されちゃって。わかるけど。はい。ほら、これは来るのかアッシュ兄ちゃん。おー。マジで。待って待って、あの格好、あっはっはっは。とったまさかるちゃん。だってあっきゃははは。だってまさか、よりにもよって、日光の芋ジャージ着てくるとは思わなかったんだもん。日光？ああ、ほんとだあれ日光のだ。俺あれの黒修学旅行で買ったし。あ、日光猿義団のぬいぐるみと、猿とお揃いのユニフォームか。なるほど。で、なんでアッシュさんがそんなの着てるんですか？それはあれだよ。やっぱ石油王とアッシュ兄ちゃんのキャラが入れ替わってるからだよ。でもさ、仮に記憶喪失だとしてもさ、アラブの少年があんなデカデカと温泉マークあしらったジャージ着てたら、普通あれって思うでしょ？再生したら気づいたりしねえかな？握手してください。僕と握手。徳を待機ぴったり。あーちゃんひーちゃん、あの遊園地はもう東京なんちゃらシティになっちゃったんだよ。それでもまだ握手会やってるのすごいですよね。このアッシュさんの喋り方とかもやっぱ似てるんですか？似てるどころか、そのものよ。あのオーバーな深呼吸だって、肺の空気を入れ替えて場の状況を読む、ダウザー特有の呼吸だし。あれってそんな意味のあるやつだったんですか？僕と握手。絶対言うと思ったけど。っていうか、あの場面って。ああ。俺の手に狂いはない。自覚してないだろうけど、お前の手はヒーローの手なんだ。ヒーローが強いのは、人一倍努力して、悲しいこともたくさん経験するからだ。ジョージならできるさ、俺もヒーローだもんな。ほぼ同じ言葉。和訳に誤差があったみたいだけどね。あいつが実際クローゼットから出るとき、アッシュ兄ちゃんに手を握ってもらって言われた言葉よ。こう、いかにも、後のあいつのアイデンティティを確立した一言って感じだな。ビデオの石油王の口が勝手に動いていった感じがするね。それでもイモジャーのことは気づかない。サトルくん、この際だから失礼を承知でよう。はっきり言って君のお兄さんは、あれだ。俺たちが思ってたより、バカだよ。何を今更、つつましさん、この二人いつからこんなに仲良くなったんすか？話せば長くなるエタセタラがあったの。ね、と言われても。僕は物に残った一番強い思い出しか見れないんだ。ダリア先生は優しいから、自分が殺された時のことより、僕たちとの思い出しか残ってないと思うんだ。なるほど。つまり犯人側の痕跡を探すんだな。よし、まずはこの付け爪だ。こんな感じでイメージが入るんですね。色がないのがリアルです。リアルって何を基準に言ってんの？もうひとみちゃんが何者なのか気にしたら負けよ。やだな、ベン。ダリア先生はモテるから、僕なんかより若くてイケメンの学生とデートするんだよ。そうね。じゃこのあ、後めちゃくちゃおもちゃ買ってもらった。普通にありそう。ベン君や工具とかの方が喜びそう。オービタルさんだ。なんか必殺技っぽくてかっこいい。そう言ってくれると思ってあげてみた。ダリア先生の人格を数パターン試したが、どれも全てこの書類にだけは他と違う反応を示すんだ。自我侵食性悪性脳腫瘍の臨床病理学的研究。自我侵食、タピオカ病？そうです。ついに物語の中にそのワードが。この回想リックくんか。リックくんはタピオカ病の研究をしてたのか？そういえば、生まれつき孤児ではないけど天涯孤独だったな。両親がいない本当の原因はタピオカ病？
感染してゾンビになった親に殺されかけたとか、いろいろと壮絶な過去がありそうですよね。心や体はまだ子供じゃないの。これからは、私はリク君のお母さん兼先生だから、一人で抱え込むの禁止ね。会ってみたかったな。俺も。いやー、それとね、コーヒーを囲むものだから。バシュリーさんのね。ついに触れちまった。でも、これってひょっとして、相当貴重な資料になるんじゃないですか？感染者がゾンビになる瞬間、どんな苦しみとか感情が起こるのか捉えた映像って普通ないですよね。マジそう、NIC で永久保存になるでしょうね。手繋いでてやる。一緒に戦おう。うわ悔しい。今あいつのこと初めてかっこいいと思っちまった。大丈夫です。あのセリフアッシュ兄ちゃんのパクリだからセーフ。別にジョージさんがかっこよくてもいいじゃないですか。エフリル、いつもご苦労様。ああいうオフの時の二人ってシチュエーション素敵ですよね。わかる。おはよう、第一助手君。あはは、おはようございます、ダリア先生。なんか浮き出たぞ。血管、あと油汗で出たわね。ごめん。君に比べれば別に、まただ。最近エフリルのそばにいると頭がクラクラする。まさかこれがアムレボットの。いや、先生の顔だこれが殺意の前兆か。アッシュちゃん。やだ、アッシュさんだ。小さい子になんてことさせるの、実際は小さくないけど。そんな合法書家なんだぞ。実際は普通にイコールです。言っちゃった。終わりの始まりってやつか。けど信じられねえ。石油王のダウジングでもわかんなかったのか。犯行現場の正気に多少の違和感が打ち消されちゃうんですかね。ダウザーは人混みとか火災の現場とかに弱いのよ。空気がよどむから。こういう時は彼やゼレンちゃんのような精神系の方が有利だな。普通に見えるけど、モーバスビーさんはゾンビなんですね。ゾンビっつうか、ウイルスに狂わされたってイメージか。先生を殺した凶器は長いで、あなたたちの削除兵は結束剤だか。首絞めに使えるぐらい長いのは、ホームセンターとかにしか売ってないし、教師と購入履歴もすぐ断定できそうだ。能力がなくても警察が頑張れば解決できそうな事件なのに、捜査させてくれないんだね。そっか、上から圧力があっても、現場の刑事さんとかは気にしてたのかもね。考えてもみなかったわ。警察全体が意地悪じゃないんだよ。犯行がバレた犯人って大体笑うよな。へえ、よく覚えていたね。偉いね、二人とも。でもそれで。IR でも使うんだかもしれないじゃないか。表変したー。あ、こいつ犯人だ。手のひら返しはっや。っていうか、こいつ犯人だってお前。そうなんです。能力者って自分を過信してるのか知らないけど、みんな頑固だし主観で決めつける気があるんですよ。彼社会人として良くない癖だな。でも子供だけでそこまで調べたのは偉いですね。それじゃあ賢いみんなにはご褒美に詩をプレゼントしたいわ。映画の殺人鬼みたいになっちゃった。コールを可愛くしてるのが余計不気味。ラブ改善のバシュリーさんの子供好きさがわかるわ。しかし妙だな。他にもっと狂気になりそうなコールがたくさんあったのに、なぜ結束バンドなんだ。計画的な犯行なら証拠を隠滅しやすそうな結束バンドというのは納得がいくが、今この子たちを襲う時も結束バンドにこだわる理由はなんだ。遺体に傷が残ると、子供たちの夢を壊してしまうから。先輩が久しぶりに喋った。キッズルームは、すべての能力児が安心できる夢の家だ。カラフルな家具やおもちゃ、教科書、そして優しい保護のエペリル。だけどエペリルは、朝から疲れた顔をしてた。あんな顔を子供たちに見せたら、夢を壊してしまう。だからエペリルを休ませなきゃ。それも、怖い傷はなるべくつけずに。用意ができれば毒を使いたかったけど。離れ田くん何言ってるの？エペリルをお化粧してあげるんだ。首の後にはリボンを巻けばいい。つけ爪もつけてあげよう。きっとベンも喜ぶ。そしたら彼女は永遠にニコニコしたままだ。離れ田くん。すいません。俺思わず。職業病か。本読みの時に大量のアドリブの独り言をつぶやきながらキャラを組み立てるのが君の癖だったな。バシュリーさんの回想を見てたら、俺までその気になってきちゃって。あんたはゼレンたちの取り調べ中、あれ絶望なんでしていたそうだな。俺泣いてるんだろ。つまり、バシュリーさんの自我はまだダリア先生の能力が込められた優しい歌。今ウイルスと戦ってるバシュリーさんにとって一番心に響く歌声です。あ、そっか。それは、俺は今、バシュリーさんになってたんだな。ゾクゾクしたわよ。彼の本当の動機はもう誰にもわからないけど、さっきの離れ田くんは本物のバシュリー氏の供述に見えた。幽霊が取り付いてたとかじゃないわよね、ひとみちゃん。はい。多分彼成仏してます。最後、ありがとうって言ったね。きっとその瞬間、消えちゃったと思います。
ナムさん。おはようおはよう。こんなテンションだけどね、ダブと挨拶はしようね。俺はヒーローどころか、犯罪者じゃないか。そんなことないよ、ちゃんとヒーローショーやってたじゃん。たんじゃないかな。客席に万札ばらまいてましたよね。あれは乖離性障害が引き起こしたセンスの崩壊だと信じたいが、前から全身のんき男じゃな。あいつの私服って多分、変な英語の T シャツにスウェットパンツに子猫サンダルとかだろ。惜しい、上は高校のクラス T シャツです。あいつ何歳だよ、いつまで来てるんだ？それじゃあ気分転換に、心理テストでもしようか。君のご要望通り、今回は新しい問題を作ってきたよ。ひとみちゃん、この重たい雰囲気を払拭してちょうだい。私ですか？頑張る記録も、残ってない。では質問。あなたは発明家です。自律思考のできるロボットを作りました。でもロボットは人を殺してしまったので、プログラムをおとなしい性格に書き換えました。その時自分も変装して、別人になりました。それはなぜ？ロボットが人を殺しちゃって、発明家さんに指名手配されたから、いや、つまんなすぎですよね。そんなことないと思うよ。俺は好きだ。心理テストっていうより推理っぽい答えなところが、レイ先輩のこの理想。実際ドラマではレイさんの相棒デカだもんね。発明家のもう半分の気持ちが分かったら、君の病はほとんど完治しているだろう。始まっちゃいましたね、パンデミック。さかるちゃんはさ、石油王ってワンちゃん飼ってたんだよね。今どこにいるの？ああ、私が引き継いだから部屋で多分寝てるわ。連れてきて、ないかな。花ちゃんの平常心が危ういの、抱っこさせてあげるの。したい、ポメと握手。私も抱っこしたい。触らせてくれる性格なのか？あ、はい、人懐っこいですよ。ひとみちゃんの閉まらないトートバッグだけ隠していい？あの子知らないものがあるとすぐ漁っちゃうから。朝撫でてもいいですよ。じゃあお財布と化粧ポーチだけ危ないので預かっててください。飼い主に似てダウザーなんだな。続きは癒しが来てからにしましょう。モフモフでもいないとやってらんないよな。